炭水化物メインになってしまって、程よい脂質とか、タンパク質とかが足りていない、ね、そこでサプリを取ったからいいですかって言われると、そうではないのよ。眼科医の平松です。今日はサプリって実は目にとっては重要な部分があるんだよってことについてお話しようと思います。サプリっていうと、医者はそんなん関係ないからいいから治療してなさいって言われることはあると思うんですよね。はたまたもう、そんな余計なことは考えなくていいからお金の無駄遣いだからとかって言われたりもすると思います。一方で、サプリはなんかネットで広告したりだとかテレビで広告したりして、良さそうにも言っていてどうなのって思うとこあると思うんですよ。そこで今日は最新のサプリの研究のデータをご紹介することで、こういう面でいいことがあるんだよ。特に近視の人にとって、そして黄斑変性の人にとってはちょっと重要になると思うんで、聞いていただければと思います。今日のお話はオプサルモロジーっていう研究論文ですねの2025ジャニュアリの14から29ページに載っているものとなります。今回のは何なのかって言って、サプリを取ることによって目が年齢性にだんだんダメージを受けることを抑えられるかどうかっていうのを調べた研究になります。で、もともとこれは A-REDS スタディとか A-REDS2 スタディって言ってかなり大規模な研究が行われていたんですね。その研究のデータをもとに調べてみれば、そういうこともわかるんじゃないかなっていうのを、さらに深掘りしたというかな、細かく見ていった研究になります。だから A-REDS スタディというと、眼科医だと大体知ってるようなね、すごい有名な研究なんですよ。あんま一般には知らないかもしれないけど。で、A-REDS スタディはどんなサプリなのっていうと、〇〇だけが効きますってサプリじゃないんですよ。普通サプリっていうとルテインが効きますとかブルーベリーが効きますとか何々が効果的ですっていうふうに言うのが一般的だと思うんですね。でもこの A-REDS スタディというのはマルチの、ビタミンミネラル、亜鉛とかね、そういうのも含めてビタミン C、ビタミン E、亜鉛、こんなものを入れているんですね。さらには A-REDS2 とかですとルテイン、ゼアキサンチン、ドコサヘキサ塩酸、エーコサペンタ塩酸などを使ったりしているんですよ。なんかたくさんだって思いません？そうなんです。この A-REDS スタディというね、大規模な研究はある特定の栄養素が効くかは調べなかったんですよ。普通に考えてこの栄養素が効くって調べた方が良さそうだと思いますよね。実際もともとそれはやっていたんです。ビタミン C が効くのか、ビタミン E が効くのか、亜鉛がいいのか、ルテインがいいのか、ゼアキサンチンがいいのか、それぞれ研究はあるんですが、単品だとちょっといまいちだよねっていうのが今までの研究でいろいろ出てきてるんですよ。もちろんその中でもビタミン C よりはルテインの方がいいよねとか、この差はあるんだけども、やっぱり単品じゃちょっときついということで、混ぜていろんなものを服用することがいいんじゃないかっていうことで、経口抗酸化剤、つまりサプリとして飲むことで酸化、年齢性のダメージを消去するにはこれらが配合されているというよね。もう一回言いますね。ビタミン C、ビタミン E で A-REDS1 はベータカロチンが入ってるんですけども、 A-REDS2 はこれが抜けててルテイン、ゼアキサンチンが入ってるんですね。で、亜鉛ですねが含まれている。このサプリメントを飲むことによって地図上萎縮を抑えるかっていう研究なんですよ。なんだそれ？地図上萎縮？地図ってマップとかの地図っていうと、その地図なんですよ。なんか要は北とか南とか東とかあるやつね。これどういうことっていうと、目の奥が加齢黄斑変性症とか、いろんな目の奥が悪くなってくると、悪くなり方が地図みたいな感じで悪くなるから、地図上萎縮っていうのは悪くなるってことなんですけどね、っていう風が起きてくると。でこれが今のところ明確な
治療法はないよみたいに言われてる。いろんな新しい治験薬はあって、これを抑えるのかなって治験薬があることはあって、それはね、フェーズ2とかかなは通ってたと思うんだけども、っていうのはあるんだけども、基本的には今市場にこれを抑えますって薬はないのね。だからこそサプリなりなんかでできることはないのっていうのが今のお話の発想なのよ。いや、加齢黄斑変性症だと私関係ないって思うかもしれないけど、似たようなメカニズムとして、例えば強度近視、病的近視によっても黄斑萎縮っていうのは起きてくるわけね。地図上萎縮とイコールではないけども、非常に似たようなメカニズムだとすると、強度近視、病的近視で悪い人にとっても効果的な可能性があるよねって言える。ただこれは可能性の段階なんだけどね。だからこそ取っても悪くないかなってこのことからも言えるわけなんですよ。だからもしあなたが加齢黄斑変性症で悪いんだったらもちろんね、いわゆる病的近視でよって黄斑が悪いんだったらそれももちろん摂取するっていうのは考えていただけるといいかなっていうことなんです。じゃあどのぐらい止めたかっていうと、ALETS1 って言ってね、ベータカロティンが入ってる方のサプリメントを飲んでた頃で、普通にやってると年間 72.9 マイクロメートル進んでいくのが 50.7 マイクロメートルってことで20ぐらい抑えたと。ALETS2 だと普通だと 114.4 ぐらい進んでたのが80だから30ぐらい抑えたなって感じなので、なくなっちゃうとか全く進行しなくなるとまではいかないんだけれども、ある一定進行を食い止める効果がこのサプリメントにあるんじゃないかなっていうのが今回の研究結果から言えたわけなんです。おー、いいじゃないの、って思いますよね。で、これはサプリメントを絶対取らなきゃって言いたいわけではなくて、こういう研究結果が出てますということが一つで、できればこれを、自分で食べてこの栄養を生かしてあげれば一番いいわけですよね。ということで、自分でね、ビタミン C、ビタミン E、亜鉛とか取れるように食事をコントロールしていただければそれで十分です。十分ですが、難しいんですよね。もちろんあなたがかなり栄養に詳しくて、ビタミンとか、あとは亜鉛とか、はたまたルテインとか、ゼアキサンチンとか、ドコサヘキサエン酸とかが、これだとこのぐらい含まれてるよねってパッと分かって摂取できるんだったらいいです。じゃあそれぞれね、お話ししていくと、ビタミン C とか、これは有名ですよね。レモンとか酸っぱいものとかいうのに含まれていたりだとか、それ以外にも、多くの食材に含まれているものになりますと。ビタミン E とかですと、いわゆるアーモンドナッツとかいうのにも含まれていますし、一般的に多くのものに含まれているって感じになるかと思いますね。で、ルテイン、ゼアキサンチンっていうと、これも今までお話ししている緑黄色野菜とかそういうのに含まれていて、ドコサエキサエン酸、エコサペンタエン酸っていうのは、いわゆる青背の魚ですかね、サバとか、イワシとか、こういう、お魚に含まれているものとなります。だからこれを意識的に取れればそれでいいんですよ。いいんですが、ちょっと難しいなっていう人の場合はこういうサプリメントの力を借りていいっていうふうに思ってください。じゃあサプリメントを取ってるから大丈夫なのっていうと、これはあくまでサポートって思ってくださいね。よくあるのは、私サプリ取ってるからって言って、もちろんそれはね、食事のバランスを整えてはくれるもんだよ。けど食事自体が偏っちゃっている人っていうのがいらっしゃるんですよ。例えば私はもうパンばっかちょっと食べちゃってるみたいな感じで、炭水化物メインになってしまって、程よい脂質とか、タンパク質とかが足りていない、そこでサプリを取ったからいいですかって言われると、そうではないのよ。あくまで三大栄養素って言って、タンパク質とか脂質とか炭水化物、このバランスは程よく取ってほしいの。よく言うのが、脂質で 2,3 割ってことですかね。で、タンパク質で言うと、体重 ×1g とか、0.7g とか、もうちょっと取ってもいいよとかって言ったりするんだけど、そのぐらい取って、で残ったので炭水化物を摂取しましょうみたいに表現することが多いかと思いますので、そこら辺のバランスをね、整えていただいて、基本の食事をちゃんと取ってください。でその上にサプリメントを摂取するので、ちょっとそこは勘違いしないでほしいなっていうことになりますね。だからサプリを取っていれば OK だよっていうことではないと。じゃあ先生、どのサプリを取ればいいんですかっていうふうに具体的に聞かれることがあるんだけども、このね、
このサプリだけがおすすめですっていうわけではなくて、大体今言ったビタミン C とか E とか亜鉛とかが含まれているっていうのがいくつか種類としてあります。で、高額になってしまうけど、それに近いので言うと、オキュバイトとか、サンテルタックスとか、そういうものが、非常にこの A-REDS スタディっていうね、この研究データに基づいて、大体数値を合わせてるのが、ここら辺になってきますね。でオキュバイトにもいろいろあるんですよ。オキュバイトのなんとかプラスとかあったりするし、ルタックスもいくつかあったりしてね、あるんだけども、ここが大体です。ただ、結構高くなるのね、これ。やっぱりこういうね、研究を組んだりとか、あとは研究組んだのはオキュバイトの方なのかな、わかんないけど、で、あとはその製薬会社とか、ある程度なんていうかな、しっかりしてるから、そこはいいんだけど、値段しちゃう。だとすると、ちょっと安くしたいんですよって人もいると思う。だったら別に普通の薬局で売ってるような、とか、アマゾンとか、楽天とかああいうとこで売ってるような、ちょっと安めのマルチサプリとかってあるじゃないですか。例えば、ビタミン&ミネラルっていうので、大体今言ったビタミン C とか E とか、亜鉛とか、ここら辺は大体取れると思うんですよ。で、そこに追加で、ルテインゼアキサンチンみたいのを取っていただけるだけでも、そこそこいけますよね。で、ルテインゼアキサンチンまたはマルチビタミン&ミネラルって、それぞれ買ってもそんな高い値段に、高いよ。高いんだけども、さっき言った、オキュバイトとか、サンテルタックスに比較すると値段としては抑え気味になるので、値段を抑えたい場合は、そういう、一般的で特に目に特化してないようなサプリを組み合わせて飲むっていうのも、一つの方法になると思います。ただね、何度も言うけど、基本的には食事でちゃんととってくれれば、今日の話って全く無視してよくて、食事気をつけましょうで全部終わっちゃうんだけども、なかなか難しいと思うし、私自身も野菜得意じゃなかったりだとか、ね、緑黄色野菜をね、バンバン食べましょうかっていうと、ほうれん草はいけんだけど、そうでない野菜って、あんま得意じゃないので、食べにくいと。ね、そういう方の場合は、こうやって、サプリメントを摂取するっていうのは一つの方法だと思ってください。ただし、それを過信しすぎないね。特に、近視で、病的であるとか、そういうね、っていうふうに言われてる人だとか、ね、はたまた、黄斑変性だとか、それの類縁だって言われてる人にとってみると、摂取するメリットは、比較的高いというふうに思っていただければと思います。じゃあ、緑内障の人はどうなのっていうと、緑内障用のサプリメントみたいに売られているものもあるじゃないですか。ね。例えば、カシスアイであるとか、3点のやつもあったと思うんだな。名前出てこなかった。3点のもあったと思うんだけども、そういうものもありますけれども、グラデノックスだ。グラデノックスっていうのもあったと思いますけども、そっちでもいいですし、今回の言ったマルチビタミンミネラルプラスルテインっていう摂取の仕方も決してどっちも悪くはないかなって思います。なぜかというと、緑内障に関してはどっちが絶対っていうような大規模な研究がないんですよ。だからこそ、こっちの方が絶対いいよねとは言えない。もちろん小規模研究でルテインがいいよねとか、いわゆるサンテのグラデノックス的なものもいいよねとかっていうデータは多少あるよ。ただカシスアイみたいなものはいいんじゃないかなみたいなデータはあるけれども、正直めちゃくちゃ弱いのよ。めちゃくちゃ弱いから、緑内障に関してはこのサプリが一番ですみたいな表現がちょっと取りにくい。申し訳ないけど、それが現状ですので、そこら辺はご自分の考えで摂取していただいていいかなっていうふうには思っております。こういう感じで、ね、サプリだけではなくて食事、ね、何を食べたらいいかとか、ナッツはどうなのとか、ね、今日ね、ご紹介したけどね、そういうものとか、食事、飲み物、他にも動画出しているので、ぜひそっちの動画も見ていただければと思います。また、チャンネル登録、ベルマークを押していただければと思います。よろしくお願いします。